やっと始まったっていう気持ちでしたし、一番やっぱ思い出深いのは、僕も皆さんも想像ができないような景色をこのプライマリーカラーズで、見ていけたらいいなというふうに思ってます。2023年はでもやっぱ僕自身は本当に初っていうものがつくことだらけで、初アルバムしてまた初ワンマンだったり、とにかく自分にとっては始まりの年でもあったし、すごく挑戦をとにかくたくさんさせていただいた年だったので、すごくやっと始まったっていう気持ちでしたし、なんか2020年にデビューしたとはいえやっぱいろんなことができなかったり実現できなかったりっていう日々だったので、それが一気に実現し始めた年っていうところでも、なんかデビューしたてのような気持ちで全てにおいて取り組んで、全てにおいてすごくとにかく新鮮だったので、一つ一つすごく思い出深いですし、始まりにしてはすごくいい始まりだったんじゃないかなというふうに思ってます。そうですね、実際振り返ってみて、自分なりに後悔するというか、なんか反省点みたいなものは正直すごいたくさんあるんですけど、でも一番やっぱ思い出深いのは、9月にあった有明アリーナで、理由はやっぱり六本木から始まったそのツアーの、集大成というところで、やっぱ六本木アジアツアーを経て、でも自分の中では本当にデビューしてからあの日までを全て詰め込んだ2日間だったっていう感覚がすごいあるので、っていうところでは最終日すごい自分なりに、本当に頑張ってきてよかったなっていうふうにも感じれましたし、またやっと始まったっていうところでは、じゃあこれから自分はどういうふうにしていくべきなのかとかもすごい考えた、とにかくそうですね、ノアナにも感謝の気持ちがすごい高まりましたし、とにかくまたこれからいろんな景色をノアナの皆さんと一緒に見ていきたいなっていう気持ちが強まった一日でしたね。そうですね、ジョンに関しては、僕自身が本当に以前からすごく好きで尊敬しているアーティストの方たちで、実際来日された際にお会いして、そこからこんなにすぐ何かご一緒に曲というかこのものを作れるとは思ってなかったので、すごく嬉しかったですし、本当に実際ニューヨークにいてレコーディングしたり撮影したりっていう時間全てが本当に夢のようで、これも実際自分がデビューした時から海外の自分が好きなアーティストさんとコラボするっていうのが一つの目標だったので、一つまた目標が叶いして、またそこから新たな発見もたくさんありましたし、やっぱ自分で全部作ってるからこそ他の方の作り方見ているとまた全然違う部分もあったりとか、あと国が違うからこそちょっとインスピレーションが違ったりだとか、なんかそういった本当にお話ししてるのもすごく楽しかったので、本当に貴重な時間でしたし、2人には本当にもうすごい感謝の気持ちでいっぱいですね。でゾンマリーさんとのコラボに関しても、実際僕アジアツアーでタイに行った際に、やっぱタイで僕の曲がタクシーだったりフレンズだったりっていう曲をたくさん愛してくださっていて、で自分の中でもただ理由が分からなかったというか、なんで2曲がっていう、ただ自分がタイに実際に行ったら、こういった雰囲気だから気候だったりだとか街の雰囲気だったりだとかっていうところから、だから2曲が皆さんに愛してくださってるのかなとかっていうのがちょっと理由が分かってたので、だからこそ自分もじゃあもっとああいう曲書きたいなとか、実際タイのアーティストさんとコラボしてもっとタイのいろんなファンの方に知っていただきたいなっていうふうにすごい思っていたので、またそういったきっかけを作ってくださったのはすごく嬉しかったですし、実際曲調だったりもすごい僕がタイ行った際にこの曲作りたいなって想像していた曲にすごく近かったので、僕自身もプロダクションをしながら楽しかったですし、新たにタイ語に挑戦したりと、とにかくそうですね、これもまた挑戦になって、またタイの皆さんにもより距離が縮まった時間なんだったんじゃないかなというふうに思ってます。そうですね、実際プライマリーカラーズのアルバム、2枚目のアルバムっていうところでは
多分去年の2023年秋ぐらいからお話が始まって、で実際今回サニーさんが総合的にプロダクションで入っていただくっていうところで、そうですね、秋ぐらいに初めて皆さんと打ち合わせをして、最初はなんかそれで言うとやっぱナンバー A からの2作目っていうところでもっとこうなんだろうな、一色に染まったアルバムにした方がいいんじゃないかとか、とにかくいろんな案はあったんですけど、でも改めてやっぱ自分を観察すると、やっぱ自分は韓国語、英語、日本語ができたりとかで、実際こう韓国語、英語、日本語を喋る時に自分の人格がちょっと変わってたりとかすることもあって、なんかそれを逆に曲に落とし込んで、でまた昨年そのタイ語で挑戦したみたいに日本語フルで挑戦したり、英語フルで挑戦したり、韓国語フルで挑戦したりって、なんか今までやったことのないことではあったので、なんかこのアルバムがまた、自分の成長にもつながるし、ノアナの皆さん、リスナーの皆さんにとっても、新たなノアを発見していただける機会になるんじゃないかなというふうに思って、プライマリーカラーズっていうテーマがすごくぴったりで、三原色っていう自分が今見せたい色をこうそれぞれ分けていって、すごく面白いコンセプトだなと思って、サニーさんとすぐ結構もうそのテーマが出た、話題が出た瞬間、もうそれでいきましょうってなって、そこから逆に曲作りだったりだとかいろんなことがスムーズに動き始めて、僕自身もすごく今、まだ実際アルバムは完成はできてないんですけど、すでにこれはもう1作目よりやばい作品になってるっていう自信はめちゃめちゃありますね。そうですね、このアルバムはもう確実に僕にとってはまたこう大きな一歩を踏んだアルバムになりましたし、聴いていただく皆さんにとっては、新たなノアと出会える一枚になったかなというふうに思ってます。だからこそこのアルバムをもってこれから始まる、ライブだったり、また、いろんな、なんだろうな、活動っていうものがすごく楽しみで、アーシャだったりも含め本当に1からもう0から100までこう切り替えるじゃないですけど、とにかく自分も新たな自分を探しに行ってる最中なので、この旅を皆さんと一緒にしながら、僕も皆さんも想像ができないような景色をこのプライマリーカラーズで、見ていけたらいいなというふうに思ってます。なんかでもテーマが多分今回は、前回はすごいこう一旦やっぱよく言ってたんですけど、自己紹介じゃないけど、一旦僕こんなことできますっていうのを詰め込んだ感じだったから、正直すごいテーマがあるかって言われたらそうではなかったので、今回はなんかそういう本当に一つテーマがきちんとあれば、そのアルバムのティザー作りだったりだとか、それこそコンサートにもそういうのがいろいろつながっていくんじゃないかなっていうのがあるので、そういったこうテーマはすごいしっかり土台としてあってほしいなっていうのはまずあるんですけど、そうなんですよね。ただなんか今この24の年でテーマとしてぴったりくるものって何なんだろうなっていうのはまだちょっと思い浮かんで来年 24？ 来年24です、はい。ちょうどこう境目、そうだね、ちょうどいい、若さとね、若さどっちもやってきちゃう年頃ですよね。すでにこうもうビトゥインが今言ったら多分今回のアルバムに入る曲としたら、大人っぽさとしても勝負ができたので、なんかああいう路線もあればちょっとこう青春チックじゃないですけどみたいなものもあるかな。そうですね、確かにね、なんか若いお客さんがやっぱいるっていうイメージがあって、ただ来年になるとその子たちもちょっと1年大人になるわけですから、共に成長するなんかテーマとかだったら、でなんかもうノア君が作っている時点で他の人たちと差別化ができていると思っているので、それがすごくいい強みだと思っているんですね。あともう一個僕が考えていたのは、もちろん日本語と英語で曲作ってきてますけど、全然もうせっかくトライアングルじゃない、ただのさんのトライリンガルの
ね、なんかこう武器があるわけじゃないですか。だからそういう面でもシラップさんもなんかコラボするとき別に日本語全部じゃなくて韓国の歌ってるものもあれば、なんかそういうのもあるので、なんかそういうのもなんか活かしていけたらいいかな。マジででもトラックだけとかもあるので。ああ、そっか。まあ全部聞こうか。はい、フォルダーに入れて、なんかハイライトでなんか赤にしてとか、赤はもう絶対やろうとか。はいはい。Can I talk with you a little longer? I wanna get to know you more than ever. I fell in love in New York City, but she's living 13 hours away. You said you won't care about it, but I feel like distance making us far. When you say hello in the morning, I'll be drinking with my friends in a place where I want to take you out. The list is getting biting up like my love. これサビ次第で化けそうだね。うん。ちょっとラウブっぽい。そうそうね。すごいね、めっちゃかっこいいじゃん。俺いる？俺いらなくない？なんかあっちの方がそのよく映画とか最近のハリウッドとかネットフリックスやるのがこう結末を先に見せて、その過程を後で見せる。でみんながみたいな、あ、そういうことみたいな、ちょっとパーソナルなものを少しずつ出していったら、こうファンもそうだし初めて聞いた人たちが、あ、そういうところあったんだとか、俺も分かんないからさ、そんなどういうさ関係性なのかとか、なんかそういうパーソナルなところを入れられたら、そのやっぱ今はアーティストっていうのでアイドルじゃないよっていうのを差別化できるよね。まあわかんないですね。まあ、こっちに関してはもうある程度できてて、こっちに関してはできてないっていうのもあって、今のもかっこいいけど強さはないんですよね。日本のヒット曲を作るんだったらもうギリギリにする。やだ。おはようございます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 。お願いします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 。前作の愛車は1年前とかなので、やっぱいろんなこともあって、なんかこういろんな経験もさせてもらったので、まあ本当にこの愛車1枚でもなんか成長した姿が見せられたらなっていうのはすごい思いますね。なんかこう見た時に、おわ、直君またかっこよくなってるっていうふうに思ってもらえればと思い、正月太りを1週間で頑張ってちょっと抑えてきました。以上。はい。ありがとうございました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 。めちゃめちゃ楽しみです。もう本当にすでに仕上がりとしてはすごくいい感じで、ちょっとこれはまた前回とは全く違うキャラクターが出せましたし、本当に何よりも撮影自体も素敵なスタッフの皆さんのおかげで楽しくさせていただいたので、ね、衣装自体もちょっとこう着てみたり着なかったりだったり、こういろんなパターンも撮らせていただいて、僕自身もこうちょっと
ちょっと大人になれたかなっていうのは思ってるので、本当に早くまたこれをねノアナのみんなに見ていただきたいなというふうに思ってます。僕はなんか去年振り返った時になんかこう 100% できてなかったなっていう瞬間が何度かあったので、今年は本当に悔いのないようにとにかく全てにおいて出し切るっていうのが、今年の目標かつそうですねやらなきゃいけないことかなというふうに